こんにちは、庄司です。今日は肩と胸を開くヨガを行っていきます。肩こりや猫背が気になる方におすすめです。今日のレッスンではフェイスタオルを使っていきます。肩幅の2倍ぐらいの長さのあるタオルを用意してください。それではあぐらの姿勢から始めていきます。まずタオルを手に取っていただいて、肩幅より少し広めの状態で手に持ちましょう。そのまま体の前に下ろしたら一度息を吐き切りましょう。次の吸い息でタオルを天井方向に持ち上げましょう。吐きながら前に倒して背中を丸めて目線はおへそです。吸ってもう一度両手天井方向へ上に伸びて、吐きながら背中を丸めて目線はおへそ。手を前に押し出して、もう一度吸って両手天井方向へ。吐きながら両手前に押し出して、背中を広げた状態、目線はおへそ。吸って両手天井方向に戻ってきたら、今度は呼吸を続けながら背中の後ろを通って下に下ろしましょう。もう一度上に持ち上げて、ご自身のテンポで呼吸を続けながら、肘を曲げながら、ゆっくりと背中の後ろを通って床へ下ろします。ご自身のペースで何回か繰り返しましょう。やりづらい場合は、持っているタオルの幅を少し広げてあげましょう。この時両方の肘が同じぐらい曲がっていることを確認しましょう。なるべく左右で差が出ないように、タオルが水平のまま上下に動くようなイメージで行っていきます。肩こりが気になる時におすすめのタオルを使ったストレッチです。それではタオルが頭の上に来たタイミングでタオルの幅を肩幅ぐらいまで縮めます。そのまま左の肘を倒して右の手は脱力させましょう。左の体側が伸びている状態で目線は左を見て呼吸を繰り返しましょう。右の手脱力した重さで肩をストレッチ。それでは反対側を行っていきましょう。タオル頭上に戻ってきたら、今度は右の肘を倒して、左手は脱力。左手の脱力した重さで、右の体側を伸ばしてあげましょう。目線は右を見ます。手で持っているタオルの幅はご自身のお好きなように調整していただいて構いません。一度息を吐き切って、吸い息で目線まっすぐ前、両手天井方向。吐きながらゆっくりと前に下ろしていきましょう。タオルも適当な場所に置いていただいて、大きな一呼吸です。それでは四つん這いの姿勢を作りましょう。肩の真下に手が来るように、腰の真下に膝が来るようにセットしましょう。そしたら右の足を両手の間に大きく一歩入れます。前の足は膝の真下にかかとが来るようにセットをします。両手前の膝の上に置きましょう。息を大きく吸って、吐きながら深く踏み込んで、吸い息で両手前から持ち上げて天井方向へ。吐きながら肩の力楽に抜きましょう。
さらに余裕があれば、吸う息で斜め上を見て胸を開きます。そのままキープ、呼吸を続けます。胸元を開いて明るい気持ちを取り入れてくれる三日月のポーズです。肩に力が入りやすい場合は、両方の腕を少し左右に広げましょう。肩が力まないポジションを探しましょう。そのまま息を吸って、吐きながら両手床へと下ろしましょう。続いて右の手で、後ろの左の足の甲をキャッチしましょう。そのまま目線は楽な方を見て、キープ、呼吸を続けます。右の肩を少し後ろに引くようにして、右の胸をしっかりと開きましょう。後ろの足の太ももの前側も心地よい伸びを感じて大きな一呼吸です。手と足ゆっくり解放、手は床に戻して、前の足を後ろに引いて、元の四つん這いの姿勢に戻りましょう。膝で足踏みをして、足全体の力みが取れたら、動きを止めて反対側です。左の足を両手の間に大きく一歩入れましょう。左の足、膝の真下にかかとが来るようにセット。両手前の膝の上に置きましょう。息を大きく吸って、吐きながら深く踏み込みます。吸う息で両手前から持ち上げて天井方向へ。吐きながら肩の力楽に抜きましょう。さらに余裕があれば吸う息で斜め上を見て胸を開きます。三日月のポーズでそのまま深い呼吸を何回か繰り返しましょう。今度は右足の鼠径部、心地よい伸びを感じます。体の前面を心地よく伸ばした状態でラスト大きな一呼吸です。そのまま息を吸って吐きながら両手床へと下ろしましょう。今度は左の手で後ろの足、右の足の甲をキャッチします。左の肩を後ろに引いて、左胸を開きましょう。そのまま呼吸を続けてキープします。目線は左斜め後ろの方を見るか、楽に目線が向けられるところを見ましょう。一度息を吐き切りましょう。呼吸を続けながら手と足を解放、手は床に下ろします。前の足を後ろに引っ張って元の四つん這いの姿勢です。膝で足踏みをして力みを取ったら、今度はうつ伏せの姿勢を作りましょう。両手の上に顔を置いて足全体ブラブラと揺すって力を抜きます。足全体の力が抜けたら、両手顔の横に置きましょう。一度息吐き切ります。お尻キュッと力を入れて、吸う息で上半身をゆっくりと起き上がらせて、肘を床に下ろします。両手の中指まっすぐ前に向かわせて、肘は直角になるようにセットしましょう。丸まりやすい背中を矯正してくれるスフィンクスのポーズ。目線はまっすぐ前を見ます。背筋とお尻の筋肉にも力を入れて、腕に体重を預けすぎないように少し意識してみましょう。何回か呼吸を繰り返します。肘は開きすぎず肩幅ぐらいにするとやりやすいです。そのまま息を大きく吸って、吐きながら上半身床へと下ろしましょう。
両手顔の下、体全体脱力します。それでは続いて、両手胸の横に置いて一度息吐き切りましょう。お尻軽くキュッと締めて、吸う息で手で床を押して起き上がってきましょう。コブラのポーズです。この時骨盤が床から浮いてしまっている場合は、手の位置を少し前に歩かせて、骨盤が床から浮かないポジションを選びましょう。目線は斜め上を見ます。先ほどのスフィンクスのポーズよりも背中をさらに反らせたポーズになります。無理のない範囲で行いましょう。肩と首、十分なスペースを空けてあげましょう。次の吐く息でゆっくりと床へと戻っていきます。両手顔の下、体全体脱力させましょう。十分に脱力したら両手胸の横、手で床を押して、四つん這いを経由して、チャイルドポーズに入っていきます。背中を反らせたので、両手でグーを作って、縦に重ねてその上におでこを乗っけましょう。反らせた背中を丸くして、その背中に呼吸を入れていきます。鼻から吸って、鼻から吐く呼吸をゆったりと何回か行っていきましょう。リラックスのポーズ、チャイルドポーズです。肘は少し外側に開くようにして、肩周りも広い状態をキープしましょう。全身脱力していることを確認して、ラスト大きな一呼吸です。両手顔の横、吸う息で手で床を押してロールアップで起き上がってきます。吐く息で肩の力楽に抜きましょう。それでは続いてラクダのポーズを行っていきます。マットの真ん中の方に正座の姿勢を作ったら、お尻をゆっくりと持ち上げて膝立ちの状態を作ります。膝の幅は腰幅程度で、足先まっすぐ後ろです。両手腰に当てて、背中を軽く反らせて斜め上を見ましょう。そのままキープ、呼吸を続けます。腹筋と背筋を使って体を支えましょう。このままでももちろん大丈夫です。余裕のある方はさらに角度をつけていって、両手でかかとのあたりをタッチしましょう。少しでも体に違和感を感じたら、両手を腰に当てていた前のポジションに戻ってください。ラクダのポーズ。心地よく胸を開きましょう。ご自身のタイミングで手を離してゆっくりと起き上がってきます。元の膝立ちの状態に戻ったら、呼吸を整えて、ゆっくりと座ったら、両足を前に立てた状態を作って、両膝を両手で抱えるようにして、頭も力を抜きましょう。ラクダのポーズで開いた胸を、今度は縮めてあげるようなイメージです。首の後ろも長い状態。ゆっくりと顔を上げたら、今度は前を向いて膝を立てて座った状態を作りましょう。両手を体の後ろについて、両膝を左右にパタンパタンと倒します。ウエストと股関節を軽くほぐしてから鳩のポーズを行っていきたいと思います。両膝を左にパターンと倒して、左足の上に乗っている右の足を右斜め前の床へと下ろして、両方の膝が外側に
同じ角度で向いていることを確認します。左のかかとは体の中心に来るようにセットしましょう。準備が整ったら、右の足先を右手で掴んで、左手も使いながら、右の肘のあたりに右の足先を引っ掛けましょう。この姿勢が難しい場合は、右の足床に下ろしたままで大丈夫です。吸う息で左の手天井方向へ、吐きながら肘をパターンと折り曲げて、両手をキャッチしましょう。目線は左の方を見て、左胸を開いて呼吸を繰り返します。鳩のポーズ。この時に両手が届きづらい場合はタオルを使いましょう。同じ効果が得られます。生理痛や肩こりなどに効果のある鳩のポーズです。脇腹の心地よい伸びを感じて深い呼吸。次の吸う息で両手を解放。吐きながら手と足を床へと下ろしましょう。そうしたら反対側を行っていきます。両方の膝を立てて一度パターンと揺すって骨盤や足全体の力みを取ります。そしたら両膝を右に倒して左足を広げましょう。両方の膝が外側に同じ角度になるように足をセット。右足のかかとは体の中心です。そうしたら左の足先を左手でキャッチ。右の手で支えながら左の肘のあたりに引っ掛けます。もちろん足を床に下ろした状態でも大丈夫です。吸う息で右の手天井方向へ、吐きながら肘をパターンと折り曲げて両手をキャッチ。目線は右を見て呼吸を繰り返しましょう。もちろんタオルを使っていただいても構いません。姿勢を改善して呼吸を深くしてくれるハートのポーズです。そのまま一度吐き切りましょう。吸う息で両手を解放。吐きながら手と足ゆっくりと床へと下ろしましょう。呼吸を続けながら両足前に立てて、もう一度左右にパターンと倒して、最後に股関節の歪みを取っておきましょう。ちょうどいいタイミングで動きを止めてあぐらの姿勢を作ります。これで今日のレッスンを終わります。今日もご参加いただきありがとうございました。良い一日をお過ごしください。さようなら。